継続は力なり、塵も積もれば山となる。そんな言葉を僕らは何度も耳にしてきた。韓国の山奥にたった一人の男が30年以上かけて積み上げた石塔があるらしい。そこに広がる景色とは。そしてあなたはその塔を見てどう感じるだろうか。どうもケンです。僕は今韓国のソウルにいます。今回はある男がたった一人で30年以上かけて積み上げた石塔を見に行く旅です。その人はもういろんなところから石を集めてきて、それをモルタルとか一切使わずに一人で全部積み上げたらしいんですよ。でそれがソウルからね 4,5 時間離れたところにあるみたいで、だいぶ遠いのよ。たった一人で30年かけて石を積み上げていくって、もうそのハンターハンターのネテロ会長じゃないけど、もう常人の域をもう完全に超えちゃってるよね。すごい気になる。とにもかくにも今は腹が減ったんでご飯を食べに行きます。ちょうどバスが来ました。おはようございます。寝坊しました。しっかりと寝坊してきました。出る10分前ぐらいに起きて、もう慌てて準備して今に至るんですけど、ちょっと電車間に合うかどうかって感じだな。一応もうチケットは予約してあるんで、これ間に合わないってなるとそのチケットがもう完全にパーになるっていう感じなんですよね。なんとしてでも間に合わなきゃいけない。今信号待ちなので、ちょっとその石塔までの行き方を説明すると、まずこのソウルからチョンジュっていうところまで電車で行きます。でそこまでも結構時間かかる。1時間半ぐらいかな、多分かかるんだけど、でそのチョンジュからさらにチンアンかな、読み方忘れたけどチンアンっていうところまでバスを使って行く。でそのチンアンからさらにバスかタクシーで山のところまで向かうみたいなイメージです。結構乗り換えが多くて、しかもそのバスの情報とかももう最新の情報がないんで、マジで行けるかわからん、正直。なんとか時間に間に合いました。よかった。結構年季入ってるね。なんか想像してたのと違ったな。だいぶ年季入ってるな。窓ガラス曇ってて中全く見えないよ。乗車してから10分ぐらいが経過しました。今のところ乗車券を確認してこないので、信用乗車方式なのかもしれない。なんか自然の匂いがするな。都会の方では感じなかった匂いがする。さっき僕ここからチョンジュの郊外バスターミナルまで移動して、そのバスターミナルからチナンっていうところまでバスで行って、でそのチナンから石塔を目指すっていう風に言ったと思うんですけど、さっき電車内で調べてたら、どうやらここから直で石塔まで行くバスがあるらしいんですよね。それがいつの記事かも分かんなくて、本当に今もあるのかどうか分からないんですけど、なんかどうやらあるらしいんで、そこにちょっと行ってみます。ただそのバスが1日たった4本しかないみたいで、これ逃すと
もう次何時間後とかになるんで、それがちょっと怖いけどね。さすがにソウルと比較して観光客は今んとこ一人も見かけてないですね。その記事の情報によると、この黄色いお店の前にそのバス停があるっていう話だったんだけど、これかな。うわ、なさそう。多分この9時45分のやつじゃないかな。わからん。1か8かだな。ソウルとかの都市と違って地方だからハングルしか書いてないんだよね。英語すらないもんな。もうとうに時間は過ぎてますけど、来る様子は全くないです。終わったかも。突然来ました。本当にいきなり来た。あそこの表に書いてあった番号とか一切関係なく、何の番号もないバスが突然来て突然止まったんで、本当急でしたね。むちゃくちゃ飛ばすんだけど、すっごいめちゃくちゃ飛ばしてる。乗客が僕一人だけになりました。なかなかの秘境だな。着いたぞ。なんとか。本当に山の中に来た。ここから登っていきます。作り方が謎すぎるお菓子を見つけた。料理で見たことない火力。すごい火力が。すごいんだけど。食べてみたいんだけど、この量からでしか買えないんだよな。こんなには一人で食いきれん。おじさんが1枚試食でくれました。おいしい。さあ、ここからどのぐらいの距離があるのか全くわかんないですけど、ひたすら歩いていきます。山ん中ってこともあって気温はソウルより全然涼しいです。快適。昨日の DMZ もイファドン壁画村も今日のこれも韓国来て歩いてばっかりだ。ずっと歩いてるわ。これが読み方のわからない湖で、その奥に見えるあの山がマイ山って言って馬の耳の山と書くんですけど、字の通り馬の耳に見えるからそう名付けられたそうです。ここにあった説明書きによると、あれは1億年前の砂とか岩とかが積もり積もってできているそうです。確かに馬の耳っぽく見えるね。デンジャー。いきなり落石とかあるのかな。ああいうアヒルのボートって日本以外にもあるんだ。日本独自の文化かと思ってた。まだたどり着いてはないんですけど、すでにそれらしきものがある。予告編でこんな楽しませてくれんのか。
本編が楽しみだぜ。実は韓国には村峡とか峠に石を積んで何かしらの祈りを捧げるっていう民族が各地にあるそうで、例えばチェジュ島にもそういう厄除けみたいな石積み文化があったらしいんですよね。で、今から行くマイ山の、湯治っていうんですけど、石塔もその一環というか、祈りを捧げたという意味では同じなんですけど、ここのは特にその中でもスケールとか技法がちょっと得意なものがあるそうです。あそこにさ、あれ絶対1000人住んでるじゃん。1000人が住んでないとおかしい場所とルック。さあ着きました。だいたいね40分ぐらいだったかな。ここでまず入場料を払うみたいです。よし見るぞ。せーの。うわ、うわすごっ。これは迫力あるわ。写真で見てた時とは全然違う迫力を感じる。うわ、圧倒的だ。いやー、本当に驚嘆するな、これは。断崖とはまさにこのことだよね。断崖絶壁に作っている。この塔は1885年にイ・ガプニョンという方がこのマイ山に入山してたった一人で全て積み上げたものです。彼は漆喰とかモルタルとか一切使わずに空積みで一つ一つ建てていったそうで、もともとは120基あったそうなんですけど、今現存しているのは80基ぐらいです。で、これは八神図法っていう三国志の諸葛亮が考案した人形概念と引用の理論を組み合わせて作ってるそうで、まず外側に石を置いてって、その後に内側に置いてって最後に平たい石を重ねていく。1860年3月25日、朝鮮半島の南西イムシルに生まれたイ・ガプリョン。幼い頃から親を思いやる優しい少年だった彼は、両親が亡くなった後、お墓のそばに小さな小屋を建て、3年間墓を見守り続けたという。墓守りを終え、人生の虚無を痛感した彼は全国の名山を巡りながら修行を積んだ。その旅の果てに彼は一つの山にたどり着く。それがマイ山である。25歳でマイ山にこもった彼は松の葉を食べ、一人黙々と修行を続けた。そしてある日、神の啓示を受け石を積み始めた。30年以上の歳月をかけて塔を作った彼は1957年に98歳で世を去った。その30年間を想像するとちょっと狂気的なものをいい意味で感じるというか、もうこの石塔が祈りを支えているというより、
彼の祈りのパワーがこの石塔を一つ一つ支えているようにも感じる。こういう小さいのもたくさん置いてある。これ近づいてよく見てみると、でかい石の中に小さい石がぎっしり詰まってて、なんだろう、手仕事の温度感を感じるというか、意地の力みたいなものをすごく感じる。あそこの断崖にもさ、よく見ると積まれてるんだよね。あれ、どうやって積んだの？あそこどうやって行くんだ？いつ倒れてもおかしくなさそうに見えるんだけど、でも、いつまでも倒れなさそうな力も感じるっていう。しかもこれよく見てみると、石に対して一切加工してる感じがなくて、そのままその辺にある石を積み上げたっていう状態。それでこの長い期間ずーっと安定を保てるって、もはや職人技超えて達人技みたいな域に達してる。近年の研究では、これまでの伝承に異論を唱える見方も現れている。1971年の写真資料には、当時にイ・ガプリョンの像は確認されておらず、さらに1801年に書かれた漢詩には、枚山に塔がずらりと立っているとの記述がある。これらの記録は、イ・ガプリョンの生誕以前から、この地に石塔が存在していた可能性を示しており、石塔群は、もともと村人たちが豊作や無病息災を祈り、長い年月をかけて築いた民間信仰の産物であるとする説もある。一方、構造面においても多くの謎が残されている。これらの石塔が100年以上にわたって崩れずに立ち続けている理由は、未だ完全には解明されていない。特に、2012年の大型台風、ボラベンで周囲の森林が倒壊した際にも、石塔群が一機も倒れなかったという事実は、専門家の間で注目を集めたが、その耐久性を裏付ける決定的な科学的説明は未だ得ていない。素晴らしい場所だった。下山します。いやー、なかなか遠い場所でしたけど、ここは来る価値ありましたね。確かに観光地らしい華やかさみたいなのには欠けるかもしれないけど、それ以上に一人の人間が30年以上かけてあれを積み上げてったっていう、その時間の蓄積があそこに染みついてるように見えて、見応えはかなりありました。外国人観光客もそんなに多くなかったしね。まだ知られてないのかな、そんなに。道中にはこういうね、ミニ石塔がところどころにあるんですよね。これはさすがにガプニョンが積み上げたものじゃなくて、その後の人たちが積み上げたものな気はするけど。ほら、めちゃくちゃたくさんあるんだよね。2時5分になりました。来ないっす。来ない。でも日本と違って時間通りに来ないことの方が多いしな。多分。気長に待ってみるか。来た。やっと来た。